このゲームです。クライマックス RPG 熱血専用。プレイヤーの中から1人ヒーローを選びます。他のプレイヤーは脇役にあたるフェローになります。脇役？ここまでね、割り切ってヒーローとフェローっていう役割を分けちゃうっていうゲームは当時はね、かなり珍しかった。ヒーローが必殺技を出すじゃないですか。フェローたちが1人ずつ解説していくんですね。たくさん解説してあげることでヒーローの必殺技の威力が上がっていく。だいたいこのシーンでは席から立ち上がって叫んだりしてしまうという。クロービチャンネル。皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。白帯ちゃんです。僕はですね、小学校の頃から TRPG 遊んでるんですけど、最近つくづく TRPG っていい遊びだなーって思うんですよ。急にどうしたんですか？デジタルのゲームってハードが世代替わりしたり、サーバーがクローズしたりするともう二度と遊べなくなっちゃうじゃないですか。僕がこれまで作ってきたゲームもいくつかはサーバーを使うものだったので、残念ながら今遊べないんですよね。確かに作ったゲームが二度と遊べないのは寂しいですね。サーバーの維持費もね、ただじゃないから、構造的にはね、どこかでクローズしちゃうのは仕方ないんだけど、その点ね、TRPG っていうのは、紙が朽ち果てるまではね、数十年遊べるっていうことで、すごくいいゲームだなと思うわけです。一冊買ったら一生遊べちゃうってことで、ビジネス的にはね、いろいろ課題があるんだけど、ユーザー的にはね、そんなこと気にせず、胸張って10年、20年遊べばいいと思うんだよね。さらに、デジタルゲームの場合、古いグラフィックのゲーム、今だったらドットのゲームなんかを若い人が遊ぶとちょっと古いなーってしんどいなーって思う部分があるけれども、TRPG の場合はね、プレイヤー全員で同じ新象風景を共有するので、いくらでも新しい風景にアップデートできるっていうところもすごいいいなと思うんですよ。ずっと遊べるのはいいですね。でも TRPG も進化してるから昔のゲームのシステムが古く感じることはあるんじゃないですか？確かにね、古く感じることはあるし、TRPG すごく進化してるので、昔のもの遊びにくいなっていうところあるんだけど、TRPG って結構自由な遊びなので、昔のシステムで面白い部分があれば、その部分だけ今のお気に入りのシステムに乗せ替えて遊ぶとか、いろいろカスタムして遊ぶことができるっていうところも TRPG の良さかなと思うんですよね。そう言われてみると古いゲームも最新の TRPG で使えるネタの宝庫な気がしてきました。そうそう。というわけでね、改めて過去に遊んだゲームを振り返っていくっていうシリーズをやってみたいと思います。最近ね、TRPG 始めたよっていう方もですね、ちょっと皆さん古いものだという風にね、侮らずに楽しんでいただけたらと思います。題して TRPG 温故知新というわけでね、いろいろ引っ張り出していきたいと思います。第1回目にお届けする温故知新はこのゲームです。クライマックス RPG 熱血専用です。なんかすごいタイトルですね。1996年のゲームなので、もう30年近く前のゲームなんですよね。僕は当時ですね、このゲーム大変衝撃を受けました。ロールプレイングゲームっていうものの既成概念をひっくり返されたというかですね、大げさかもしれないけど TRPG の可能性のですね、広がりみたいなものをこれで感じることができました。もう少しわかりやすく教えてください。当時の日本の TRPG シーンっていうのは様々なですね、実験的な作品が百花繚乱、咲き乱れた時代でした。プレイヤーがね、戦士とか魔法使いとか盗賊をやるような D&D ライクなゲームから始まった TRPG なんですけど、この時期はですね、ホラー、和風ファンタジー、サイバーパンクとか、スチームパンク、ロボット SF とかね、あらゆるジャンルの世界を遊ぶようなゲームが発売されていました。ゲームシステムもね、かなり尖ったような既成概念を打ち壊すような独特なものがたくさん出てた時期でしたね。中にはですね、尖りすぎてて、小学校、中学校の僕らには遊び方がわからんっていうようなものもたくさんありました。その中のね、一つの潮流として、熱血専用もそうなんですけども、ストーリー性とかドラマ性みたいなものを重視するっていうゲームがですね、特に日本だと思うんですけど、たくさん現れた時代でしたね。この熱血戦はですね、その中でもかなりとんがったシステムだったと思ってます。へえ、どんなところが尖ってたんですか？はい。まずですね、一番特徴的なところで言うと、プレイヤーの中から一人ヒーロー、つまり主人公を選びます。他のプレイヤーはどうするかというとですね、他のプレイヤーは脇役にあたるフェローというのになります。キャラクターシートもヒーロー用とフェロー用で全然別のキャラクターシートを使います。フェローはですね、ヒーローに比べるととても弱くてですね、儚い存在。戦士だったりして戦ったりはできるんですけども、圧倒的にヒーローとは違うという、最終的にラスボスとなるですね、ダークサイドヒーローというのが現れるんですけど、これに打ち勝つことができるのはもうヒーローだけっていうようなですね、割り切ったシステムなんですね。脇役？みんなヒーローがやりたいんじゃないですか？
そう思うでしょ？実際に僕がこのゲームいろんなところで卓を立てると大概みんなフェローをやりたがるんですよね。例えばですね、ルローニケンシンという漫画がありますが、あそこに出てくる少年のヤヒコっていうキャラが戦闘力で言ったらですね、主人公のケンシンに遠く及ばないわけですね。他にもサノスケとかいろんなキャラがいますが、戦闘力的には弱いし、別に頭がすごいいいわけでもないし、じゃあ物語的にあのキャラクターは不要な存在なのかって言えば、ある時はね、ケンシンに助けられるヒロイン的な立場になることもあるし、時にはですね、そのケンシンを奮い立たせる役割を帯びたりすることもあります。ヒーローだけではやっぱり物語っていうのは完成しないということでね、このフェローというのはですね、ヒーローと一緒に冒険しながらヒーローを引き立てたり、物語を盛り上げていく超魅力的な脇役っていうことなんですよね。このゲーム、ヒーローが死んじゃうと大体世界が滅びるようなことになるんですけども、最終的な場面でヒーローは真面目に戦わなきゃいけないんですけど、フェローはですね、割と自由にその周りでやんや楽しく盛り上げることができるので、熱血戦を長く遊んでる人ほどフェローをやりたがるっていう傾向がありますね。TRPG のキャラクターってみんな同じルールで平等に作ると思ってたんですけど、わざと役割を分けるのは面白いですね。他のゲームでもね、ほとんど同じようなポイント、例えば100ポイント割り振ってキャラクター作るとか、あるキャラクターは素早さは低いけども筋力は高いよとか、必ずデコボコしながらも最終的には同じようなポイントで作るってことが多いと思うんですけども、ここまでね、割り切ってもうヒーローとフェローって言って役割を分けちゃうっていうゲームは当時はね、かなり珍しかったと思います。他にもね、こういう概念を取り入れたゲームはなくはなかったんですけども、僕はそれを遊んでみてすごい衝撃を受けました。フェローっていうのは戦士とか魔法使い、クレリックみたいな職業を選ぶわけではなくてですね、例えばやんちゃな少年とか優しき聖女とかおとぼけ老子とかですね、物語的なタイプっていうのをたくさんある中から選ぶんですね。各タイプには何が規定されてるかっていうと、普通だと攻撃力がこんぐらいですよとかヒットポイントがこのぐらいですよっていうものが書かれてるんですけど、一番このゲームで重要なのはですね、予約シーンというシステムがあってですね、いろんな職業によってこんなことをして物語の中で活躍できますよっていう指針みたいなものが書いてあるんですね。どんなのがあるんですか？はい、じゃあちょっといくつか見てみますが、例えばやんちゃな少年だと、俺がやるよ、うわってしゃばって行動しちゃうけどすぐ失敗しちゃいますとか、聞いて驚くなよ、この方こそが天下の超英雄、そしてオイラがその一番弟子、ヒーローを師匠としてですね、得意げにヒーローのことを自分のことじゃないのに自慢するとか、武者震いだぜ、怖くて震えてるのを指摘されて強がるとか、主人公についてくる少年にありがちなシーンっていうのがもうたくさん書いてあるんですね。こういうものを演じることでポイントを稼いでいって活躍していくみたいなことができます。とぼけ老子とかだと、この辺はね、もう元ネタわかる感じですね。女性が入浴していると率先して覗いちゃうとか、エロ老子みたいな感じになってるので、あのキャラのことを言ってるんだな、みたいなのが分かったりとかっていうことがあります。こういう風に指針に従っていろんな自分のキャラクター演じながら、フェローはですね、最終的にはヒーローがダークサイドヒーローという敵にですね、勝利することを目指します。そのためにいろんな能力を持っていて、時には声援を飛ばしてヒーローのことを助けたりとか、極端なことで言うと自分自身が自らですね、ダークサイドヒーローにやられて、傷ついても立ち上がるっていうところを見せることでヒーローを奮い立たせるとか、よくありますよね。一番極端なところで言うと、全部敵の攻撃を引きつけて死ぬみたいなこともフェローはできたりします。ドラゴンボールで言うと、クリリンが死ぬことによって、悟空がスーパーサイヤ人になりますけど、それがまさにこれはシステム的にできるっていうことになってます。フェローは予約シーンっていうのを参考にヒーローに絡んでいって活躍していくってことになるんですけど、それ以外にですね、必殺技の解説をするみたいな要素もあります。必殺技の解説？必殺技の解説ね、結構熱いんですけど、ヒーローがですね、何らか必殺技を出すじゃないですか。その時にですね、必殺技の名前を叫ぶんですね。その前にですね、テーブルの時計回り順にですね、フェローたちがですね、一人ずつ何かそれについて解説することができます。例えば、ものすごいエネルギーが出てきたりすると、すごい地面が剥離していくとか、ダメだ、その技を出したらお前の体はとかですね、勝手にそれを自分で想像して、その技がどんだけすごい技なのかっていうことを一人ずつ解説していくんですね。たくさん解説してあげることで、そのヒーローの必殺技の威力が上がっていくっていうようなシステムなんですね。少年漫画とかによくあるやつですね。そうなんです。少年漫画でもね、大体最終的にはヒーローが戦う時に周りのキャラはですね、解説役に回ること多いんですけど、まさにこれが TRPG の中でできるっていうシステムですね。これも実際やるとですね、めちゃめちゃ盛り上がって、僕も何回かコンベンションで立てたことあるんですけど、大体このシーンではみんな席から立ち上がって、叫んだりしてしまうということでね、かなりこれ盛り上がります。あとですね、フェローはヒーローを中心に関係性を結ぶんですね。ヒーローのことを尊敬しているとか、師匠だと思っているとか、そのヒーローのことを好
きなヒロイン役だったりとか、いろいろヒーローを中心に必ず関係性を結ぶので、初めてのメンバーでコンベンションなんかで遊んでも、必ずですね、ロールプレイの掛け合いができるようになります。割とコンベンションとかで初めてだとみんななかなかプレイヤー同士の掛け合いっていきなりできないんですけど、このゲームの場合は必ずヒーローを中心に全員が関係性が結ばれているので、自然とロールプレイの掛け合いが生じます。今そういうロールプレイ支援システムみたいなものが搭載されてるゲーム多いんですけど、当時あんまりなかったので、これも僕の中では目から鱗だった。今となってはそんなに珍しいとは思わないですけど、かなりこれがですね、当時珍しかったんですね。あとですね、ヒットポイント的なポイントもあるんですけど、これも結構変わっていて、普通はヒットポイントって生命力だったり、生命エネルギーだったりすると思うんですけど、ダークサイドヒーローという敵をですね、熱血論破と言ってですね、お前が言ってることは間違ってるっていうようなことを指摘して論破するとですね、相手の信念がくじけた場合、一気に相手がですね、弱体化したりします。これはどういうことを表しているかというと、物語の中で信念がある悪役が出てきた時に、ヒーローに説得されたり論破されて、お前がやってることは間違ってる、ガーンってなった後に、でもヒットポイントあと500あるからって言ってずっとじりじり戦ってるって物語的には美味しくないじゃないですか。なので物語的に役割を終えたら論破されてぐぬぬってなってしまったら一気に弱体化してヒーローが倒すことができるっていうのは割とメタに物語自身を面白くさせるような構成になってるっていうところがあってですね、当時物語ってそういう意味合いがあって脇役って出てるんだなって、その物語の構造論的なところもすごい勉強になったゲームでした。物語の表現に特化してるんですね。確かにシミュレーションっぽさはないですね。僕当時だと他にはガープスとかタクティカルの要素が強いゲーム、フィクスシートでですね、右利きだ左利きだとか言って右側から回り込むぞみたいな割とタクティカルなゲームばっかり遊んでたので、特にねこのゲーム初めて見た時はうわこんなんだと思って衝撃が強かったですね。他にもですね、フェローを一時的に物語の主人公にする主役シナリオっていうシステムもあってですね、それ用のシナリオっていうのもたくさん載ってるんですけど、何話かね続きで遊ぶ場合はアニメにはよくお当番会って言って脇役のキャラクターが主役っぽく1話だけなるみたいなお話ありますけど、まさにねああいう感じで特定のフェローにスポットを当てて、さっきのやんちゃな少年がちょっと主人公になるシナリオだったり、ヒロインの聖女が主人公になるようなシナリオだったりっていうこともできるようになってます。僕はコンベンションの時は当然続きものでは長くはできないので、だいたいシステム簡略化したハウスルールを持っていくことが多くて、オープニングと各プレイヤーの音番会を全部やって、中盤の盛り上げ、それから後半の展開、クライマックスぐらいでだいたい1話30分で8話構成とか10話構成ぐらいで5時間とか4時間ぐらいでテンポよく回すことが多いです。この辺はね、本当のルールだと1話1セッションっていう感じで考えられてると思うんですけど、僕は簡略化して全部やるっていうようなね、アニメをワンクール1日でやっちゃうみたいなセッションやることが多いです。新生のゲームで想像してもらうと、1シーンをだいたい30分で1話にしちゃうっていうようなイメージですね。アニメの1話を1シーンにしちゃうっていう感じですね。フェローも主人公になれるんですね。それならフェローも面白そうだな。フェローも主役になれるのでね、かなり面白いですけど、30年前のゲームなのでね、正直ね、ちょっと遊びにくいところもあるし、もうちょっと頑張ってほしいなみたいなところもあるんですよね。後ろの方のランダム表なんかが途中で途切れていて、それ以上の目を振ったらもう一回振り直せみたいなちゃんと 1D100 なんだったら100まで書いてくれよみたいなところとか、いくつかあるんですけど、あとね、ネタ元が古いです。大の大冒険とかその辺が元ネタになっているので、ちょっと古くて、最近の人と遊ぶのは難しいって思うところはあるんですけど、遊ぶならね、少しカスタマイズした方がいいかなと思うんですけど、今でもね、十分面白さっていうか新しさもあるかなと思います。今これの正当な続編みたいなゲームって正直ないかなと思ってるので、今遊ぶ価値もあるかなと思ってます。ルールブックにはですね、シナリオのサンプルみたいなのいっぱい載ってるし、横のところにすごい熱血セリフみたいなのがずーっと書いてあるんですよ。マイページ。これをね、ただ読んでるだけでも笑えるし、こんなシナリオ作ってみたいなみたいなところですごくね、参考になる資料として使えますね。入手ね、なかなか困難なゲームなんですけども、ぜひね、古本屋とかで見つけたら保護して損はないと思いますので、手に取っていただければと思います。ちなみにですね、僕は個人的にこれをアップデートしてまして、鬼滅の刃とかね、呪術廻戦とか最近のコンテンツを取り込んだですね、令和版熱血専用を勝手に作ったりしてます。もしね、機会があればどっかで卓を立てたいなと思ってます。楽しみですね。あくまで個人的なあれなので発表の予定とかはないんですけど、そういう個人的な卓で楽しめたらなと思っております。TRPG 温故知新1回目は僕の魂のゲーム熱血専用を紹介させていただきました。このシリーズね、シリーズ化していきたいと思ってますので、面白かったっていう場合は高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた次回をお楽しみに。
じゃあねー。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。